ホーク隊の隊長クロム、参上いたしました。これからしばらくの間は、指揮官の作戦任務のサポートを担当いたします。よろしくお願いいたします。お会いできて、とても嬉しいです、指揮官。日々怠けることなく、精進していきたいと思います。これは認められた信用の証でもありますから、決してご期待は裏切りません。報奨をいただき、ありがとうございます、指揮官。機体シンクロ率の安定性が増しています。これで、よりよく任務を遂行できるようになります。大変有意義な時間でした。指揮官、ご教示いただき、ありがとうございます。シリンダーと引き金のチェック、刀身の切れ味のテストが完了しました。戦闘中、攻守ともに活躍できると思いますよ。この前話し合った戦術を実行する時ですよ、指揮官。僭越ながら、今回の戦いについて、先遣隊による敵情偵察報告書と戦術特性分析を端末に送信しました。指揮官のお役に立てれば幸いです。望み通りの結果になるといいですね、指揮官。人間と構造体の違いは、体を構成する物質だけです。何より一番大事なのは、体の中にある個人の意志。すべての殻を取り除いた後のものです。この戦術、もっと効率的な処理方法があったのかも。指揮官、いつからいたのですか？いえ、お気になさらず。この前の任務を振り返っていただけです。今回の作戦報告書は、すでに指揮官の端末に送信しました。今までのものと違う気がする、ですか？さすが指揮官。よくその違いに気づきましたね。実は、今回の報告書は、カムイがまとめてくれたものなんです。そろそろ彼らにも、戦闘以外の事務に関わってもらわないと、と思いましてね。なぜなら私は、いえ、何でもありません。そんなことより、この報告書の感想を伺っても？他人の期待に応えるために、無理しすぎるのは禁物ですよ、指揮官。自分が信じた方向に向かって前に進めばいいのです。私がサポートしますから。兵技演習ですか？ファウンスにいた時は確かによくそういった訓練をやっていましたが、構造体になってからは一度もやっていませんね。私とやってみたいですか？でも、いえ、あなたのご希望であれば。また万事がここでサボっていたのですか？本当に申し訳ございません。いえ、今のところ特に任務もありませんし、彼の行動を制限するつもりはありません。ただ、あなたに迷惑がかからないかだけ心配で。ファウンス士官学校主席。あ、昔のことを少し思い出しただけです。大丈夫ですよ、指揮官。人間時代の思い出は、私にとってタブーな話題というわけではありません。指揮官とこうやって話ができて、そして、お互いの共通点も見つかって、私は、とても嬉しいのです。え、髪型ですか？特にこだわってはいませんが、一番無難かと思ってこれにしたんです。他の髪型も見てみたいというのなら、変えるのもやぶさかでは。これですか？これは仕事の資料ではなく、黄金時代の読み物、エドガーの短編集ですよ。指揮官も興味があるんですか？心が癒されるような物語ではありませんが、一緒に感想を話し合えたら嬉しいです。
もしもの話ですが、構造体が人間と同じ場所に立てる日がやってきたら、指揮官、いや、君を名前で呼んでもいいですか？指揮官はいつファンスを卒業したんですか？いえ、ちょっと気になっただけなんですが、もし私がまだ人間だったら、指揮官は私の先輩、もしくは後輩になるということですね。同じ場所で勉強していたという事実だけでも、ファウンスの教室が私にとって特別な意味を持つようになった気がします。意識接続は本当に不思議な発明ですね。意識界の中の全てをもう一人と一緒に背負うだなんて。いえ、嫌ではありませんよ。君がその相手なら、どんなに遠くても、たとえ暗夜と豪雨を通り抜けなければならないとしても、君は私が追いかけ続けたい夢であり、私を奮い立たせる光です。私の栄光はすべて君と共にあります。いつか君と肩を並べて歩くために全力を尽くします。カムイは無茶しそうに見えるかもしれませんが、本当はとても頼もしい仲間なんですよ。もう少し見守ってあげてください。そうすればきっと驚くほど成長してくれます。誠にありがとうございます。見覚えのある戦術配置？それはそうですよ。あなたが使用していた戦術ですから。とても素晴らしい戦術でしたが、メンバーの調達をよりうまく行えそうなもう一つの方向性を見出せたもので、任務が終わった後にご相談させていただければと。お時間いただけますでしょうか？これは私のためにわざわざ用意してくれたのですか？完璧なスミスになる道があったかも。そう思うことがあります。ですが、それは父の望む通りの姿でもなければ、偽りで作られた綺麗な見せ物でもなく、私自身が決めたただ一つの答えなどと言ってしまったら少し傲慢すぎますかね。前回の支援のお礼ですか？そんな、なんだか申し訳ありません。スミスになることへの抵抗よりも、私にとってのスミスの意味が変わってきたからかもしれません。ホークタイやあなたに出会わなかったら、このことに気づくこともなかったのでしょう。お返し、ちゃんと用意しないといけませんね。指揮官は人の話を聞くのがお上手ですね。とても素晴らしいことだと思います。でも、もし指揮官が聞いてもらいたい話があるのなら、遠慮しないでくださいね。私はいつでもここにいますから。もっと見たいです。いえ、プレゼントではなく、今見せてくれた笑顔のことですよ。なぜって、私にとって何よりも大切なものですから。私はただ、君のことをずっと見ていたいのです。君の気持ちをもらってばかりでいけません。私からも何かをしてあげないと。私は船乗りじゃないけれど、たとえ君が最果ての海の彼方の岸辺にいても、君を探すためなら危険を冒しても海に出ます。
すみません。この気持ちをどう表したらいいかわからず、この世の中にある美しいものすべてを君に捧げたいです。完璧な作り物とは限りなく本物に近く、しかし決して完全にはなれない。そんなもどかしい目標だと思っていましたが、君はその定義を変えてくれました。君を見れば、私が欲しかった答えが全てわかる気がします。私はいつまでも君のそばにいます。今も、これからも。指揮官、これは良きリーダーとしての仕事に対する姿勢とは違うと思いますが、出撃命令がないのであれば、ホーク隊に戻って雑務処理をしてきてもよろしいでしょうか。私がそばにいないときは、こんな無防備な姿を晒してはいけませんよ。指揮官。指揮官。はあ、ここで寝ていると、風邪をひきますよ。こうしてずっと、君を見ていられるなら。いや、これは、今やるべきことではありませんね。最近、連続勤務時間が少々長くありませんか？スケジュール管理をしっかりしてくださいね。何度も言ってますが、過労の恐ろしさを認識していただきたいです。もうずいぶん長い時間働いているので、これ以上。え、人のこと言えないですか？私は構造体、あなたは人間。話が違いますから。では、早く休んでください。はあ、どうすればおとなしく休んでもらえるのでしょう。君一人で全てを背負っているわけではありません。ですから、自分を傷つけるような働き方はもうやめましょう。休んでいる間、ずっとそばにいますから。クロムです。ここでお待ちしています。あれ以来、いろんなことがありましたが、戦いだけは何も変わっていません。いらっしゃったのですね、指揮官。これは最終確認が必要な任務スケジュールです。優先すべきものをマーキングしておきました。今日はお元気そうですね、指揮官。今日最初に会った人は私ですか？いえ、何でもありません。ご指示をお待ちしています。今日はいい一日になりそうです。かつては本だけが唯一の心の避難所だと思っていました。文字に込められた考えは、ある意味では私の師であり、想像の中だけではなく、心に安寧をもたらす頼もしい存在です。文字と対話しているときは自分を見失わずにいられますが、本ですから私の問いに答えてくれることは永遠にありません。でも今の私には君がいます。こんにちは、指揮官。ずっとここで待っていましたよ。お帰りなさい。もし何か困ったことがあれば、私にご連絡いただければすぐお助けに参ります。また得体の知れない揺れですか？指揮官、お気をつけて。これも訓練の一種ですか？今のはわざとですか？え、どうしたんですか？耳は触らないでください。変な感じが。たまにやりますよね。こういう私がリアクションに困ることを。いつでも出発できます。指示をお待ちしています。勝たなければ無意味です。落ち着いて考えましょう。
予想通りの攻撃ですね。私の視界の外へ行かないでください。この一撃で勝利への道を切り開きます。予備プランに早く立ち上がらなければ。目標位置に到達しました。攻撃のサポートに入ります。隙見つけましたよ。素晴らしい戦術でした、指揮官。